よいしょ、金子でございます。ということで今日なんですけども、市場の方にやってきておりますよ。で今日のテーマはですね、ないです。ノープラン。久しぶりにやっていきましょう。市場で輝いている魚を買ってみようシリーズ。市場を巡っていて、お、これ一番輝いてるじゃんっていう魚を買って料理して食べていくという企画でございます。それでは行きましょう。うわ、いい魚いっぱいあるな。いやーね、本当に今秋は魚がすごいうまいんですよね。アオリイカもだいぶ良くなってきたね。うわ、これ大好きなんだよな、この魚。石ガレイ煮付けにすると最高にうまい。そう、ほんでサバが今からものすごい美味しくなってくる。サバの目利きってすごい難しいですよね。マジで難しい。マジで難しいですよね、サバってね。僕もね、わからん、正直。地物のさ、ボーンっていうサバ開けるとスカスカスカ。そうめちゃくちゃ超えとるなと思って開いてみても、もうお腹薄いしっていうのはあるんですよね。めちゃくちゃ鮮度は良さそうですね、これね。ちょっと輝いてるな、これ。ちょっとまたいろいろ見ていきます。これ第一候補だな。サバはね、むずいんすよ、本当に。本物のシシャモ、カペリンじゃないやつ。キロ5300円。おはようございます。今日ここいっぱいあるじゃんね。毎回さ、すっぽん売っとるんだよね。これ超でかいよ、このすっぽん。これすごいよ。買ってったのかなこれ。でもね、すっぽんね、広告がつかんのですわ。赤貝身良くなってきました。まだ、これめっちゃうまい。油がすごいある。今油がある時期でしたっけ、この人。みんなお客さん褒めてる。いやもうちょっとこれね、すっごい好きなんですよ、僕この魚。これうまいですよね。ね、魚の酢の物市場で俺これ一番好きなんですよ。いやもうこれだな、今日これください。15ぐらい。はい。いやこれ美味しいよね。サイズはもう脂乗りが良さそうなところで。うわ、これとかすごいね、これコロンコロン。もう鱗もバッチリついてるんで、もう鮮度最高ですよ。というわけであんまり見て回ってないですけど、もう今日僕これがすごい良かった。この城に決定。それじゃあスタジオに帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。本日の食材はこちら、この城っていうことでね、11月、12月おすすめの魚ですね。この時期いっぱいいろんなおすすめのお魚あるんですけど、安くてこの時期に抜群にうまい魚何かなと考えたら、僕この城でしたね。この城は秋から冬にかけてものすごい脂乗るんですよ。一般的には小肌の旬は夏、この城の旬は秋から冬と言われてますね。で小肌はね、好みによるんですけど、あんまり脂がガチガチに乗ったものより脂が程よく乗ってるこの香りの強いものをお寿司で食べると美味しいと言われてますよね。でもこの城は脂乗ってた方が僕は好き。これ見た感じすごい良さそう。もうこれとかもすごい内臓脂肪めちゃくちゃ入ってると思いますんでね。この魚は美味しい。塩焼きお刺身もうまいんですけど、この魚の一番美味しい食べ方っていうのは酢の物だと思ってます。僕もちっちゃい頃からよく食べてました。そんな料理を今日作っていきたいと思います。というわけで今日のメニューはこの城の酢漬けでございます。でこの城選ぶときはまず丸々太ってるものですね。ぺっちゃんこじゃないもの。でもね、この城って比較的ペラペラな魚なんですけど、その中でもやっぱり太いもの、こう見て太いものを買うといいですね。でお腹触って張りがあるもの、そして鱗がしっかりついてるもの。この城は鮮度が落ちると鱗が取れてきますんでね、鱗がびっちりついてるのは鮮度がいいというものですね。ほんで目の綺麗な魚を選ぶっていうのはよく言うんですけど、これものすごい今日鮮度がいいです。もう取れたてです。なんですけど目赤いじゃないですか。こういうのもいるんですよ。これなんでかというと、海水氷とかにつけておくとどうしても目がくすんだりだとか、魚によってはこういう充血するような魚もいますんで、一概にねこの目の色だけで判別するのは難しい。ただこのエラですね、エラがこう綺麗な魚、これはね間違いないですね。目よりエラ見るのが間違いないと思います。そしたら今日いっぱい買いました。なぜならこれ僕の周りみんな好きなんで、たくさん作っておけば冷蔵庫で1週間ぐらい持ちますので、いいこの城が売ってた時はたくさん買って仕込んでおく。そういう風に僕やってますね。そしたら鱗を落として3枚におろしていきます。で鱗を落とす時なんですけど、これね、この城鱗がびっちりついてる場合は表面が乾燥してしまうと鱗すごく取りにくいです。なのでちょっと氷水につけておく。これ表面が乾燥しないように置いとくのがポイントですね。この魚はね、ぜひ食べてほしい。しかも今新米が出た時期ですよね。炊きたての新米とこの城の酢の物、もう最高にうまいです。僕白米に合う魚ランキングだとベスト5には入りますかね。そのぐらいこの城の酢漬けっていうのはご飯との相性もお酒との相性も抜群でございます。よし、ではさばいていきますね。でこういう魚をたくさん仕込むときは
1つの工程ごとで終わらしていく。なのでまずは全部鱗を取っていきます。この魚、鱗きれいに取ってください。結構鱗強いし、酢漬けしてもなんかね、若干残るんですよ。骨は消えるんですけどね、鱗はね、なんか口に当たるんですよね。なのでこう鱗はきれいに取った方がいいです。背中のラインをこの包丁の先っぽで取ります。で、頭を手でしっかり持つ。こういう感じですね。で取って、で、包丁はもうずっとこの動作のまま。魚を動かすって感じですね。それが一番仕事が早い。背中が取れたら次はお腹の方。包丁はずっとこの動き。そしたら次反転ですね。反転さす場合はこのくるっと刺して、次はお腹側。この白を動かして、次は背中の方。こんな感じですね。もう慣れるとね、めちゃくちゃ早いです。はい、こういう感じでどんどんやっていきます。では綺麗になりました。そしたら内臓を取っていきましょうか。これすごいな。コロンコロン。これもすごい。でも意外とこういうやつが良かったりするんだよな。ほんとね、青物の目利きって難しいんですよ。そしたらまずこの黒い点ですね。ぼっちのところ。ここに包丁を縦に1本。横でもいいんですけど、僕は縦に入れちゃいますね。うわー、すごい。この断面。綺麗な油の層がありますね。油がギッチギチです。そしたらお腹を割っていきます。サクッと。そしたら腹渡をかく。油のある内臓してます。でお腹の中も内臓脂肪すごい入ってますね。久しぶりにこんなにいいこの白を触ってるな。ほら、うわ、すごい。これもう水に油が浮いちゃってますからね。ほら、値段もね、これ1尾150円から200円ぐらいの間だったと思います。さすがにここまでね、鮮度が良くて脂が乗ってると、1尾50円とかそういうわけにはいかないですけど、安い時はね、この白もうパックにドカッと入って200円とかそのぐらいで売られてますんで、そういう時はね、狙い時ですね。それでさらにまたね、その個体に脂があったらもう言うことなしですよね。いやでも今回のこの白はめちゃくちゃ鮮度がいい。ね、この白って言ってもサイズ的にはもう中積み寄りのこの白ですね。もっと大きくなればなるほど安くなるんですよね。このぐらいのこの白が1匹30円とか50円とかで売ってることありますからね。で釣りでも意外とね釣れるんです、この魚は。で釣りで釣れた際にちょっと逃がすんじゃなくて、ぜひね今日のレシピで甘酢漬け作って食べてほしい。こんなに美味しい魚なんだってなりますから。でこの白は焼くと独特な香りがするっていうので有名ですよね。僕もねこの白の塩焼きはそこまでそんな好んで食べないんですけど、酢漬けはもう別格ですね。はい、そんなこんなで終わりました。はい、ではこのような状態になったら次は3枚におろしていきます。小肌とかの場合はこうやって3枚じゃなくて開くじゃないですか。こういう形でこう入れて、こう入れて、で尻尾を落として、で腹骨すくと。で背びれの骨をこう取って、で背びれも取ると。こういう状態にすると思うんですけど、この白の場合は3枚おろしが早い。3枚おろしにすると背びれのヒレと背びれを取る動作がなくなりますから。そしたら3枚におろします。そうですね、大名おろしで OK。 できるだけ一立ちでこういう感じですね。そしたら腹骨をすいて、これはねお刺身でも食べれますね。で背びれの骨が少し残った場合は取る。きれいに仕上げてあげると。はい、このような感じでどんどん作っていきます。はい、このように3枚におろし終わりました。綺麗ですよね。小肌とかこの白のさばき終わったこのフォルム大
好きなんだよな。そしたら塩漬けしていきます。やり方が2パターンあって、塩を直接打ってあげるやり方と塩水に漬け込むっていうやり方もあります。僕はこの白は塩水で漬け込んだ方が全体にまんべんなく上手に塩が入るような気がして、失敗が少ないですね。なんで塩水でやります。お水を1リットル用意します。で1リットルに対してだいたい 30g ぐらいのお塩を入れます。なので 3% の塩水を作るって感じですね。海水ぐらいの濃度です。1リットルに対して 30g で塩が溶けたら OK ですね。海水でその中にこの白を入れていきます。で入れるタイミングは必ず一緒のタイミングで入れてください。さばきながらぼちゃぼちゃ入れちゃうと、最初の方に入れたやつと一番最後に入れたやつとでは塩の入り方が変わってきますんで、必ず3枚におろしてまとめて一気にこうやって入れましょう。そしたらこれを冷蔵庫で1時間寝かします。でその間に漬け込む甘酢だれを作っていきます。甘酢だれって言ってもめっちゃ簡単なんですけどね、もう変な話、お酢と生姜これだけでも美味しくできます。であとはそこにどんだけ甘みを入れるかですね。みりん入れる人もいるだろうし、砂糖入れる人もいるだろうしね。で赤酢で作る方もいるし、米酢で作る方もいますよね。で僕気分なんですけど、この白はね米酢が美味しいんじゃないかなと。僕の家が米酢だったんで食べ慣れてるっていうのもあるんですけどね、赤酢で作ると少しね癖のようなものが出るので、それがまたうまいんですけど、癖少なく作るんだったら米酢。今日結構量が多いので 300cc に対して甘みが好きな人は大さじ3から4入れてもいいかなと。もうざっくり大さじ1、2とで混ぜ混ぜして溶かします。そしたらここに本当に少し塩、気持ち程度のお塩を入れます。はい、これが甘酢ですね。これ1回火に通してお酢の角を取ってもいいと思います。僕は結構酸っぱいのが好きなんで今日はあえて火にはかけませんけど、そしたらこれめっちゃ大事、生姜。このね生姜をたっぷり入れるんですよ。生姜を千切り、ちょっと太めでもいいです。そんな針生姜みたいな感じにしなくても、もうこのぐらいザクザクザクとで生姜を入れます。でお好みで鷹の爪も入れます。輪切りにしてもそのまま入れてももう大丈夫です。これ結構ざっくり作っても本当に美味しいので、はい、こんな感じ。そしたらこの白が酢に浸かるまで待ちましょう。はい、では1時間経過しました。こう塩が入って軽く皮目側がこう反り返ってるの分かりますかね。このぐらいになったら OK です。ほらこれ分かりやすいですね。このぐらいになったらお塩しっかり入りましたよっていう合図ですね。そしたら水を切ってでさらに水気をペーパーで拭き取ります。はい、このように水気取り終わりましたら、あとはこれを酢につけていくだけですね。でこのままつけてもいいですし、もっと早く食べたい場合はこれをそぎ切りにします。この大きさだと3等分ぐらいで、頭の方からこっち側に、そうすると骨の構造上骨が断ち切れます。こんな感じですね。僕はねいつもこうやって切ってつけちゃいますね。で半日ぐらいで食べると、レアっぽい感じの酢の物で、1日2日寝かすと結構しっかり使ったなーっていう感じの酢漬けになります。僕はね結構しっかり使った目が好きなので、割と1日2日つけちゃうことが多いですね。で2日目ぐらいからは酢から出してあげてタッパーに保管すると、こんな感じで結構ねできるんですよ。はい、こんな感じ。そしたらこれを入れ物に入れまして、先ほど作っておいたお酢ですね、これを入れていくと。で全体的に浸かるぐらい入れたら、これで半日とか1日おきにこう混ぜてあげたら、この白の酢の物の完成。であとはこれ片身でつけちゃいましょうか。でこの白はすごく骨が多い魚なんですけど、酢につけることによって骨が溶けるんですよ。なので全く気にならなくなります。油の質はめちゃくちゃ美味しい魚なので、この骨だけがネックなんですよね。でその骨を除去できる方法がこの酢漬けなんですよ。はい、できました。3枚おろしバージョンと切ったバージョンですね。そしたらこれを1日から2日寝かしたいと思います。それじゃあ1日2日後に移動。はい、では2日経過しました。2日経過しますとしっかり使った仕上がりになります。片身丸々つけた方はこんな感じ、しっかり使ってますね。うまそうですね。で切った方、こちらもほらしっかりと使って、もう骨もね溶けてます。トロトロに溶けてます。そしたらあとはこれ食べるだけなんですけど、ちょっと付け合わせでお野菜があるとさらにうまい。僕はねシンプルにきゅうり
ここら辺が好きですね。ヘタを落として、意味あるのかわかんないけど毎回やってる、こすってアクを取る作業ね。でもやっぱやった方がなんかアクがないような、そんな気も若干します。この白いのがアクなんですって。そしたらお塩振って軽く板ずり、ちょっとまな板に緑が出てきたら OK ですね。そしたら蛇腹にしていきます。これ串とか割り箸とか置きまして、これ以上下に包丁がいかないようにします。そしたら斜めに包丁を入れていきます。この間隔が狭ければ狭いほど綺麗な蛇腹になります。でこれやるときに割り箸でもいいんですけど、竹串の方が入れたときに包丁がこうなんかねくっついてきにくい。やっぱ竹の繊維ってこう縦に入ってますんで、包丁を跳ね返すんですよね。木だとくっついてきちゃうんですよ。なので僕は竹串でやるのが好き。はい、こう入りましたら蛇腹になりました。そしたらカット。そうすると、はい、こんな感じ、綺麗なきゅうりの蛇腹が完成。きゅうり蛇腹できたら追い生姜です。生姜のすりおろしも作ります。はい、こんな感じで、これはこのまま食べればいいんですけど、1枚丸ごとの小肌、これは酢を落として、これもちょっと切れ込みを入れてあげるとまた綺麗ですよね。こういう風に格子状に入れたりね。でこうですね、こんな感じです。はい、そしたらこちらを盛り付けていく。はい、これでこの白の酢の物の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。この白の酢漬けと炊きたての新米の白米、一見質素に見えますけど、これほど贅沢なご飯はないと思います。手間暇かかってるんですよ。この白を甘酢にちょっとつけて、ご飯の上に乗せて、これです。いただきます。うまっ。ご飯2合ぐらいいけちゃいますね。うまいなあ。やっぱりこの白の酢漬け最高ですね。でこの時期の脂の乗ってるこの白の酢漬けは酸味が少なくて濃厚ですね。これはうまいよ。白米との相性が抜群なんですよね。うまっ。これは本当に皆さん作ってほしい。塩加減もバッチリですね。やっぱり塩水でつけてあげると失敗ないですね。ちょっと箸休めでね、こういう蛇腹きゅうりもうんまっ。きゅうりもよーく使ってるのが好きな方はこれ1日とかつけてもいいと思います。いやー、ちょっとうますぎる。やばい、ご飯が進みすぎるな。にしても油すごいな。これもう魚の種類は全然違いますけど、大トロぐらい油乗ってますよ。ほんで骨は完璧に溶けてます。一切気になりません。これ2日つけましたけど、正直1日目ぐらいでも骨は溶けてると思います。なのでこの白の骨は簡単に溶けちゃうんですよね。この白はこの料理法が一番好きで、ちょっとお醤油つけてもまたうまいんですよ。お刺身みたいになってね、うまっ。ちょっと梅肉乗せてみよう。梅肉きゅうりでいただきます。まっ。これすごっ。これね、おかずこれだけでいいっすもん。塩辛と同じぐらい中毒性がある。うまい。はい、ということで今日はこちらのこの白の酢の物ときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの、じゃん。銀色のやつ、これしかない。気まぐれグラスに注いでいくと、この気まぐれグラスの波のところまで泡持っていくと、そうすると綺麗な7対3が決まっていく。ストップだよ。よし、OK、完璧。これです。ここの波のところで止めると、これが綺麗な7対3。いただきます。うめえ、最高だね。あー、すっきりした。びっくり。ビールの美味しさ再確認。そう、じっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は
市場で買った今が旬のこの白を使って僕の一番好きなこの白料理、この白の酢漬け作ってみましたけども、もう大好きあの料理。あれはね、皆さんほんと一回作ってみてほしいですね。レシピもね、あれで OK です。すごい簡単です。今日キュウリでやりましたけど、大根とか人参の細切りを入れて、ナマスみたいな感じのものを作って、付け合わせにしてもまた美味しいですよね。まだこういう旬の時期のうまい魚紹介していきたいと思います。今からの時期美味しい魚いっぱいあるんだよな。動画作りがはかどります。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。